皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、優しい日本語へようこそ。山田です。今日のテーマは、日本の食文化の中でも、とても人気がある、食べ放題と飲み放題についてです。皆さんは、この言葉を聞いたことがありますか？もし日本に来る機会があったら、ぜひ体験してほしい文化の一つです。では、始めましょう。食べ放題と飲み放題って、どういう意味？まず、食べ放題と飲み放題の意味を説明しますね。食べ放題は、食べると放題という二つの言葉からできています。放題は、好きなだけ自由にできるという意味です。つまり、食べ放題は、好きなだけ食べることができるという意味になります。同じように、飲み放題は、好きなだけ飲むことができるということです。レストランでは決まったお金を払って決まった時間の中でメニューにある料理や飲み物を自由に注文することができます。時間はだいたい90分か120分の場合が多いです。友達とのパーティーや会社の飲み会でとても人気があるんですよ。どうやって利用するの？では、食べ放題のお店に入ったと想像してみましょう。ステップ1、コースを選ぶ。まず、店に入ったら、コースを選びます。値段が高いコースの方が、食べられる料理の種類が多かったり、いいお肉が選べたりします。店員さんにこう言いましょう。食べ放題のコースをお願いします。ステップ2、ルールの説明を聞く。コースを選んだ後で、店員さんがルールの説明をしてくれるはずです。ここで大事なのは、時間制限とラストオーダーという言葉です。時間制限は食べられる時間のことです。例えば、お時間は90分ですのように言われます。ラストオーダーは最後に注文できる時間のことです。店員さんは多分こう言います。ラストオーダーは終了時間の15分前です。この時間は忘れないようにしなければなりません。ステップ3、注文を始める。食べ放題には主に2つの形があります。一つはビュッフェ形式です。テーブルにたくさんの料理が並んでいて、自分でお皿に好きなものを取るスタイルです。自分で見ながら選べるので楽しいですよ。もう一つは、オーダー形式です。席に座ってメニューを見ながら注文します。注文した料理は、店員さんがテーブルまで持ってきてくれます。焼肉屋さんや居酒屋では、この形が多いです。こちらの方が、いつも温かい料理が食べられるというメリットがあります。大事なルールとマナー。食べ放題を楽しく利用するために、いくつか大事なルールがあります。1、食べ物を残さないこと。これは一番大切なルールです。日本では食べ物を残すのはあまり良くないことだと考えられています。ですから、自分が食べられると思う分だけ注文したり、お皿に取ったりするようにしましょう。店によっては、たくさん残すと罰金があるかもしれませんから、気をつけてください。2、一度にたくさん注文しすぎないこと。特にオーダー形式の時、一度にたくさんの料理を注文するのはやめましょう。まず、2、3品注文して、それが食べ終わる前に、また次の料理を注文するのがいい方法です。3、グラス交換制。飲み放題には、よく、グラス交換制というルールがあります。これは、今飲んでいるグラスが空になってから、次の飲み物を注文できるというシステムです。飲み物を注文するとき、店員さんが新しい飲み物と一緒に、空のグラスを片付けてくれます。もっと楽しむためのコツ。最後に、食べ放題をもっと楽しむためのコツを、いくつか紹介します。もちろん、お腹を空かせていきましょう。最初は、サラダのような軽いものから食べるのがおすすめです。
ご飯や揚げ物のような重いものから食べ始めると、すぐにお腹がいっぱいになってしまうかもしれません。普段はあまり食べない料理に挑戦してみるのもいいですね。食べ放題は、新しい味を見つける、いい機会だと思います。飲み放題のメニューをよく確認しましょう。ビールやワインのような特別な飲み物は飲み放題に入っていないことがあります。注文する前にメニューで確認することが大切です。はい、今日のテーマ、食べ放題と飲み放題はいかがでしたか？ルールをきちんと守れば、とても楽しくてお得なシステムです。日本に来たら、ぜひ一度体験してみてください。きっといい思い出になりますよ。今日の優しい日本語はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。